いつもご視聴していただきありがとうございます。この問題で不合格になっていますのリニューアル後編です。それでは始めます。問題26。カーブを走行するときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力も2倍になり、カーブの半径が小さいほど遠心力は大きくなる。カーブを走行するときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力も2倍になり、カーブの半径が小さいほど遠心力は大きくなる。答えは誤りです。カーブや曲がり角でハンドルを切ると慣性による遠心力が働きます。この遠心力は速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば遠心力は4倍に、速度が3倍になれば遠心力は9倍になります。この速度の2乗に比例して大きくなる点が間違えやすいポイントですのでご注意ください。また車の重量が重くなればなるほど遠心力は大きくなり、カーブの半径も小さければ小さいほど遠心力は大きくなります。カーブや曲がり角ではこの遠心力の働きを考えて、車が横滑りなどを起こさないようにカーブの手前で十分速度を落とすことが大切です。問題27。普通自動車を運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたときに、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。普通自動車を運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたときに、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。答えは誤りです。運転者が危険を感じてブレーキを踏んだとき、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る距離は制動距離と言います。そして運転者が危険を感じてから車が完全に停止するまでに必要な距離を停止距離と言いますが、この停止距離は運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る制動距離に分けられています。また停止距離がさらに長くなる場合として、運転者が疲れている時などは危険に気づいて判断するのに時間が長くかかるので、空走距離が長くなり、雨に濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる時は制動距離が長くなりますので、停止距離も長くなることを覚えておきましょう。問題28。普通仮免許を受けた者は、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転の練習や試験などを受けるためであれば、道路で運転することができる。普通仮免許を受けた者は、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転の練習や試験などを受けるためであれば、道路で運転することができる。答えは誤りです。普通仮免許で運転の練習や試験などを受けるために道路で運転することができる車は普通自動車だけです。たとえ運転の練習や試験などを受けるためであっても、小型特殊自動車や原動機付き自転車を運転することはできません。そもそも普通仮免許は普通自動車の運転の練習や試験などを受けるための免許なので、小型特殊自動車や原動機付き自転車を自由に運転できる免許ではないことにご注意ください。しかし普通自動車の本免許を取得すれば、小型特殊自動車や原動機付き自転車も運転することができます。また仮免許で運転の練習をするときは、その自動車を運転することができる免許を3年以上受けている人や教習指導員などを横に乗せて、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。そして仮免許で運転をするときは仮免許証の携帯を忘れないようにしましょう。なお仮免許には大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の4種類があって、その他の免許には仮免許の制度はありません。問題29。車は路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければならない。車は路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければならない。答えは正しいです。車が路面電車を追い越そうとするときは、原則としてその左側を通行しなければなりません。この問題文にはレールが設けられている位置など一定の条件などの正し書きが付け加えられていないので、路面電車を追い越す場合の法令の原則としての回答を求められている問題です。ただし路面電車のレールの位置が道路の左端に設けられているときはその右側を通行することができるので、問題文によっては法令の例外も含めて問われている問題なのか、法令の原則を問われている問題なのかを読み間違えないように回答しましょう。
問題30。高速道路で故障したときは、十分な幅のある路側帯に車を止め、安全のために車内に残らず、車のすぐ後ろでレッカー車などを待つようにする。高速道路で故障したときは、十分な幅のある路側帯に車を止め、安全のために車内に残らず、車のすぐ後ろでレッカー車などを待つようにする。答えは、誤りです。高速道路で故障や燃料切れなどで運転することができなくなったときは、十分な幅のある路側帯などに車を止め、必要な危険防止措置を取った後は、ガードレールの外側などの安全な場所に避難します。高速道路上で運転することができなくなった車内にとどまったり、車の後ろなど高速道路上での待機は、後続車が衝突する恐れが大きく大変危険です。この問題は高速道路で運転することができなくなった時に、必要な危険防止措置を取った後の避難の方法が問題のポイントです。問題31。乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者も含めて、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができる。乗車定員5人の普通乗用自動車は、運転者も含めて、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができる。答えは、正しいです。乗車定員が5人の自動車は、大人3人と12歳未満の子供3人が乗車することができます。乗車定員とは、その自動車に乗車できる人の総数で、12歳以上の人を大人としてその人数で表され、運転者も含まれます。子供が乗車する場合は、12歳未満の子供3人を大人2人として計算します。12歳未満の子供を含めた乗車定員の計算の仕方は次の通りです。例えば、乗車定員が5人の自動車に大人2人が乗車した場合、子供は何人乗れるか計算してみましょう。乗車定員の5人から乗車した大人の数、2人を引いて 1.5 をかけると、乗車できる子供の数は 4.5 人になります。そして小数点以下は切り捨てますので、乗車できる子供の数は4人になります。ちなみに、12歳未満の未満はその数字を含みませんので、12歳は大人として計算することにご注意ください。問題32。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。答えは、誤りです。車は自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしているときや、横断しているときは、自転車横断帯の手前で一時停止をして、自転車に道を譲らなければなりません。これは横断歩道に接近したときに、その横断歩道を歩行者が横断しようとしているときや、横断しているときに一時停止をして歩行者に道を譲らなければならない場合と同じです。そして、自転車横断帯や横断歩道を横断する自転車や歩行者がいるかいないか明らかでないときは、自転車横断帯や横断歩道の手前で停止できるように、速度を落として進まなければなりません。また、横断する自転車や歩行者がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。横断歩道などに接近するときは、この3種類の運転の仕方を覚えておきましょう。問題33。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができる。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができる。答えは、正しいです。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができます。自動車などを運転しようとするときは、その自動車などの種類に応じた第一種免許を受けなければなりませんが、運転免許には上位免許と下位免許と言われる取り決めがあって、上位免許を受けた人は、その下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。そのため、大型二輪免許の下位免許は、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許なので、大型二輪免許を受けると、大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車も運転することができます。また、普通二輪免許の下位免許は小型特殊免許と原付免許なので、普通二輪免許を受けると、普通自動二輪車のほか、小型特殊自動車と原動機付き自転車も運転することができます。
同じように、大型免許などの上位免許と下位免許の関係は、上位免許から下位免許へ順に、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許と原付免許になりますので、それぞれ受けた免許で運転できる自動車のほか、下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。例えば、大型免許を受けると、大型自動車のほか中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車を運転することができます。準中型免許では、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車、普通免許では、普通自動車、小型特殊自動車と原動機付き自転車を運転することができます。そして間違いやすいのが、大型特殊免許の下位免許は小型特殊免許と原付免許だけですので、大型特殊免許では普通自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転することができないことにご注意ください。大型特殊免許で運転できる自動車などは、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車だけです。なお、小型特殊免許と原付免許には上位免許や下位免許の関係はありませんので、小型特殊免許を受けると小型特殊自動車を、原付免許を受けると原動機付き自転車だけをそれぞれ運転することができます。問題34。交差点やその付近を走行中、緊急自動車の接近に気づき、直ちに交差点内の左端によって一時停止した。交差点やその付近を走行中、緊急自動車の接近に気づき、直ちに交差点内の左端によって一時停止した。答えは、誤りです。車は交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側によって一時停止しなければなりません。すでに交差点に入っている車は交差点を出て、交差点に入ろうとする車はその手前で道路の左側によって一時停止します。もちろん交差点内で一時停止をしてはいけません。交差点を通行しようとする緊急自動車の進路を妨げる恐れがあるからです。そしてこの場合、一方通行となっている道路で緊急自動車が近づいてきたときは、車が左側に寄るとかえって緊急自動車の通行の妨げとなるようなときは、交差点を避けて道路の右側によって一時停止します。また、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側によって進路を譲らなければなりません。そしてこの場合、一方通行となっている道路で緊急自動車が近づいてきたときは、車が左側に寄るとかえって緊急自動車の通行の妨げとなるようなときは、道路の右側に寄ります。なお、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点やその付近の場合と違い、一時停止の義務がないことにご注意ください。問題35。前の車を追い越そうとするとき、その前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。前の車を追い越そうとするとき、その前の車が右折などのため、右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。答えは、正しいです。車は他の車を追い越そうとするときは、追い越しの原則としてその前の車の右側を通行しなければなりません。そのため、問題文のように前の車を追い越そうとするときは、前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているときは危険ですから追い越しを始めてはいけません。追い越しを禁止する場合の一つとして教則に記されています。ただし、前の車が交差点を右折するためや道路の外へ出るために道路の中央などによって通行しているときは、追い越しの方法の特例として前の車の左側を通行することが定められています。もちろん、右折などをしようとしている前の車の左側に安全に通行するための間隔がない場合は、後ろで前の車の右折などを待ちましょう。また、このような場合に関連するその他の法令として、前の車が右折や左折するため進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路変更を妨げてはいけないことが定められています。しかし、前の車に接近していて、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、そのまま通行することができます。そして、右折や左折をするため進路を変更しようとする車も、進路を変更すると、後ろから来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変更してはいけません。最後に簡単にまとめます。前の車が右折などをするために、右側に進路を変えようとしているときは、原則として追い越しを始めてはいけません。しかし、前の車を追い越そうとしてすでに追い越しを始めている場合などでは、前の車が右折などをしようとして進路を変える合図をした時でも、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は、そのまま追い越しをすることができます。
また、前の車が右折するため道路の中央によって通行しているときは、特例として前の車の左側を通行することができます。問題36。普通自動車で車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転する場合は、普通免許と牽引免許を受けなければならない。普通自動車で車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転する場合は、普通免許と牽引免許を受けなければならない。答えは誤りです。車の総重量が 750kg 以下の車を牽引して運転するときは、牽引免許はいりません。牽引する自動車の種類に応じた免許を受けていれば運転することができます。問題文では、普通自動車で総重量 750kg 以下の車を牽引して運転する場合の問いかけなので、普通免許を受けていれば運転することができます。牽引して運転する場合とは、牽引するための構造と装置のある自動車で、牽引されるための構造と装置のある車を連結して運転する場合を言います。そして、牽引する自動車を牽引車やトラクター、貨物車などの牽引される車を非牽引車やトレーラーと呼ばれることもあります。このような車は貨物を運搬することが多いですが、普通車でキャンピングトレーラーなどを連結して運転する場合も見かけますね。また、故障車などをロープやクレーンなどで引っ張って運転する場合も牽引して運転する場合になります。このように牽引して運転する場合は、牽引するための知識と運転技術が必要なので、牽引免許を受けなければなりません。牽引自動車である大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量が 750kg を超える他の車を牽引して運転するときに、牽引する自動車の種類に応じた免許と牽引免許が必要です。例えば、大型自動車で、車両総重量が 750kg を超える車を牽引して運転するときは、大型免許と牽引免許が必要です。しかし、牽引して運転する場合でも、次の場合は牽引免許はいりません。車の総重量が 750kg 以下の車を牽引するときと、故障車をロープやクレーンで牽引するときです。このような場合は、牽引する自動車の種類に応じた免許があれば運転することができます。重量の軽い車を牽引して運転する場合は、牽引免許の必要対象外という考えであったり、ロープなどを使った故障車の牽引は、牽引免許で必要とされる知識や技術とは別のものかもしれませんね。そして、故障車などを牽引する方法は次のようにします。故障車などの車輪を上げないでロープなどで牽引する方法は、牽引する車と故障車などとの間は5メートル以内を保ちながら、丈夫なロープなどでつなぎ、そのロープなどの見やすい箇所に 0.3 メートル平方以上の白い布をつけます。故障車などには、その車を運転することができる免許を持っている人を乗せて、ハンドルやその他の装置を操作させなければなりません。また、牽引する車のクレーンなどで故障車などの前輪か後輪を吊り上げて牽引する方法もあります。この場合、後輪を上げて牽引する場合は、故障車のハンドルが動いてフラフラしないように故障車のハンドルを固定しておきます。故障車などを牽引する場合は、原則として台数の制限と長さの制限を超えてはいけません。台数の制限は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で牽引して運転する場合は、2台まで。大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引して運転する場合は、1台までです。長さの制限は、牽引する車と故障車の間やそれぞれの車の間は5メートル以内、牽引する車の一番前から牽引される車の一番後ろまでの長さは25メートル以内です。問題37。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることで、この現象が起きるとタイヤが加熱してバースト、破裂する危険がある。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることで、この現象が起きるとタイヤが加熱してバースト、破裂する危険がある。答えは誤りです。ハイドロプレーニング現象とは、水で覆われた路面を高速で走行するとタイヤと路面の間に水の膜ができ、その水の膜の上に車が浮かんでしまう現象を言います。この現象が発生すると、ハンドルやブレーキが全く効かなくなり大変危険です。
ハイドロプレーニング現象は、雨の日にすり減ったタイヤで高速走行すると発生しやすくなるので、すり減ったタイヤを早めに交換したり、雨の日に高速道路を走行するときは速度を控えましょう。そして、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れる現象は、スタンディングウェーブ現象と言います。この現象が続くと、やがてタイヤがバースト、破裂してしまうことがあるので、タイヤの空気圧が適正値であるかチェックしましょう。問題38。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルの戻しまたはシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類ある。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルの戻しまたはシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類ある。答えは、正しいです。二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したり、シフトダウンによるエンジンブレーキの3種類あります。ここでスロットルの言葉の意味をご説明します。学科教習や学科の試験などに使われるスロットルの言葉の意味は、二輪車のエンジンの出力を変えるスロットルグリップのことで、四輪車のアクセルペダルと同じ働きをする装置です。アクセルグリップという言い方もあります。四輪車はアクセル、二輪車はスロットルという言葉を使われることがあります。スロットルグリップの操作は、このグリップをひねると出力を変えることができます。そして、二輪車のブレーキ操作は一般に、前輪ブレーキは右手のレバーで行い、後輪ブレーキは、MT 車は右足のペダル、AT 車は左手のレバーで行います。ブレーキをかけるときの注意点は、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、エンジンブレーキを効かせながら前後輪ブレーキを同時にかけます。乾燥した路面でブレーキをかけるときは、後輪ブレーキより前輪ブレーキをやや強くかけ、雨天時など路面が滑りやすいときは、後輪ブレーキをやや強くかけるようにしましょう。問題39。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。答えは、誤りです。荷物を積み下ろしするために停止する場合は、その停止する時間によって駐車になる場合と停車になる場合があります。積み下ろしのために5分を超える停止は駐車になり、5分以内の停止は停車になります。例えば、荷物を積み下ろしするために5分間停止した場合は、形式的ですが法令上の解釈は5分以内なので停車になります。その他、駐車は、車が継続的に停止したい、運転者が車から離れていてすぐに運転できないような停止で、例えば、客待ちや荷待ちによる停止や故障などによる停止です。また、停車は、駐車にならない車の停止で、人の乗り降りのための停止や、運転者がすぐに運転できるような短時間の停止などがあります。問題40。最高速度の標識などがない高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は、時速 80km である。最高速度の標識などがない高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は、時速 80km である。答えは、誤りです。標識や表示で最高速度の規制が行われていない高速自動車国道の本線車道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は、時速 100km です。ただし、三輪車と牽引車は除きます。過去の法令改正で、総排気量 660cc 以下の普通自動車と、大型自動二輪車普通自動二輪車も最高速度が時速 100km に引き上げられたので、その影響からまだこのような問題も残っているかもしれません。現在普通自動車は、総排気量や乗用自動車と貨物自動車に関係なく、三輪車と牽引車以外は全て時速 100km です。問題41。大型二輪免許を受けていた期間が3年未満でも、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人であれば、大型自動二輪車で高速道路を2人乗り運転ができる。大型二輪免許を受けていた期間が3年未満でも、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人であれば、大型自動二輪車で高速道路を2人乗り運転ができる。答えは、正しいです。
高速道路で自動二輪車の2人乗り運転ができる人は、20歳以上で、大型二輪免許か普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の人です。例えば、大型二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人は、大型自動二輪車や普通自動二輪車で2人乗りができます。また、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上で、20歳以上の人は、普通自動二輪車で2人乗りができます。そして、大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の人でも、20歳以上で、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上あれば、大型自動二輪車でも普通自動二輪車でも2人乗り運転ができます。つまり、二輪免許を受けていた期間の条件については、大型二輪免許か普通二輪免許のどちらの免許でも3年以上あれば、2人乗り運転ができます。問題42。雨天の左カーブで後輪が右に横滑りを始めたときは、後輪が滑る反対方向の左にハンドルを切り、車の向きを立て直すと良い。雨天の左カーブで後輪が右に横滑りを始めたときは、後輪が滑る反対方向の左にハンドルを切り、車の向きを立て直すと良い。答えは、誤りです。雨天など、滑りやすい路面で後輪が横滑りを始めた時の対処の仕方は、慌ててブレーキをかけてはいけません。まずアクセルを緩め、同時にハンドルで車の向きを立て直すようにします。この場合、後輪が右に横滑りを始めた時は、車は左に向くので、ハンドルを右に切って車の向きを立て直します。つまり、後輪が滑り始めた方向と同じ方向にハンドルを切るようにして、車の向きを立て直します。後輪の横滑りはスピードの出しすぎや急ハンドル、急加速が原因で起きることがありますので、滑りやすい路面では特に速度を控えて慎重な運転をしましょう。問題43。優先道路を通行するときは、交差道路を通行する車が必ず停止したり徐行するので、交差点で速度を落としたり注意したりする必要はない。優先道路を通行するときは、交差道路を通行する車が必ず停止したり徐行するので、交差点で速度を落としたり注意したりする必要はない。答えは、誤りです。優先道路に入ろうとするすべての車などが、必ずしも徐行したり一時停止して交差点に入るとは限りません。優先関係の判断を誤ったり、交差点を見落とすこともあるかもしれません。また、交通規則を十分理解していない歩行者などが通行していることもあります。そのため、車を運転して交差点に入ろうとするときは、たとえ優先道路などを通行している場合であっても、また、交通整理が行われていてもいなくても、交差道路を通行する車などや、その付近を通行する歩行者などに特に注意して、できる限り安全な速度と方法で注意して進まなければなりません。問題44。車両横断禁止の標識のある道路を通行している時でも、交差点を右折することはできる。車両横断禁止の標識のある道路を通行している時でも、交差点を右折することはできる。答えは、正しいです。車両横断禁止の標識のある道路でも、交差点を右折することはできます。車両横断禁止の標識の意味は、道路の右側にある施設や場所へ道路を横断して入ることを禁止するものです。例えば、この標識のある道路では、右側にあるガソリンスタンドやコンビニ店に入りたいと思っても、道路を横断して入ることはできません。もちろん、右側に自宅の車庫がある場合でも、横断して入ることはできません。ただし、道路の左側に面した施設や場所に入ることはできます。この標識と間違えやすいのが、右折禁止の標識です。この標識のある交差点では、右折をすることができません。しかし、交差点ではない道路の右側にある施設や場所へ横断して入ることができます。車両横断禁止の標識は、交差点以外の道路で、道路の右側に面した場所への横断が禁止され、右折禁止の標識は、交差点での右折が禁止されます。問題45。児童や園児の乗り降りのために停止している通学・通園バスのそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならない。児童や園児の乗り降りのために停止している通学・通園バスのそばを通行するときは、安全な間隔を空けるか徐行しなければならない。答えは、誤りです。
問題文にある停止している通学通園バスのそばを通行するときは安全な間隔を空けるか徐行しなければならないという文章の意味は、原則として安全な間隔を空けて通行しなければなりません。そしてこの場合、徐行しないで通行することができますが、安全な間隔を空けることができないときは徐行しなければならないという運転の方法を表しています。しかし、児童や園児が乗り降りするために止まっている通学通園バスのそばを通るときは、たとえ十分な側方間隔があっても徐行して通行しなければならないので、この問題の回答は間違いです。児童や園児が車などの影や道路の反対側からバスの方に飛び出してくるかもしれないので、その側方間隔に関係なく、徐行して安全を確かめて通行することが定められています。またこの場合、その通学通園バスの後方から追いついた車だけでなく、反対方向から進んできて、その側方を通過する場合も徐行しなければなりません。問題46。荷物は荷台や座席に積むことができるが、人は必ず座席に乗車させなければならず、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することは危険なので絶対にできない。荷物は荷台や座席に積むことができるが、人は必ず座席に乗車させなければならず、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することは危険なので絶対にできない。答えは誤りです。車に人を乗せたり荷物を積んだりする方法は、原則として人は座席に乗車させ、荷物は荷台や座席に積まなければなりません。しかし、貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物が転落したり荷崩れを起こさないように、その見張りのために必要な最小限度の人を荷台に乗せることができます。この場合は出発地の警察署長の許可を受ける必要はありません。ただし、荷物を下ろした後は荷台に人を乗せることはできません。また、その他の理由であっても、出発地の警察署長の許可を受けることができたときは、貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することができます。問題47。免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取り消し処分を受けたわけではなく、無免許運転にならないので運転することができる。免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取り消し処分を受けたわけではなく、無免許運転にならないので運転することができる。答えは誤りです。免許の停止や仮停止処分を受けた期間は、取得した運転免許の効力が停止されている状態です。つまり、その免許では、自動車や原動機付き自転車を運転することができない期間ですので、その期間内に運転をすれば無免許運転になります。免許の停止とは、交通違反をしたり交通事故を起こし、一定の基準に達した時に、一時的に一定期間の間、免許の効力が停止される処分で、道路交通の場から危険性の高い運転者を排除しようとするものです。そして仮停止とは、悪質な重大事故を起こした場合に、免許の取り消し処分や停止処分の確定を待たずに、その事故を起こした日から免許の効力が停止される処分です。問題48。信号機は全方向が一時的に赤信号になるので、対面する信号が赤色に変わったとき、安全に停止することができないときは、そのまま進むことができる。信号機は全方向が一時的に赤信号になるので、対面する信号が赤色に変わったとき、安全に停止することができないときは、そのまま進むことができる。答えは誤りです。赤色の信号の意味は、車は停止位置を越えて進んではいけないことを表しているので、対面する信号機の信号が赤色に変わったときは、当然進むことはできません。しかし、対面する信号が黄色に変わったとき、停止位置に近づいていて、急ブレーキになったり停止位置を超えるなど、安全に停止することができないときはそのまま進むことができます。そして、信号は青色から黄色、黄色から赤色の順序で変わるので、交差点に近づいたときに黄色に変わった場合は、安全に停止できるかできないかの判断をして、赤色に変わったときは判断に迷わず停止しなければなりません。なお、全方向の信号が一時的に赤色になるのは、信号の変わり目で右折などをしようとして交差点内に留まっていた車と、信号が青色に変わって進もうとする車との衝突事故を防ぐために、先に交差点内の車が安全に進むことができるようにしたもので、赤信号に変わった時に、安全に進めるか進めないかの判断をするためではありません。問題49。
交差する道路が優先道路であるときや、その幅が広いときは、徐行しなければならないが、左右の見通しがよく通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。交差する道路が優先道路であるときや、その幅が広いときは、徐行しなければならないが、左右の見通しがよく通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。答えは誤りです。交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは、徐行して交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけません。これは交差道路が優先道路や道幅の広い場合は、その交差点の見通しの良い悪いや交差道路を通行する車のあるなしに関係なく、徐行して交差道路に入らなければならないことを定めるものです。そして当然、交差道路を通行する車などが接近してきたり、通行している車などがある場合は、一時停止をしてその通行を待たなければならない場合もあります。問題50。トンネルの入り口付近など、急に暗いところに入ると、最初は見えにくいがやがて見えるようになる。これを暗順応という。トンネルの入り口付近など、急に暗いところに入ると、最初は見えにくいがやがて見えるようになる。これを暗順応という。答えは正しいです。トンネルの入り口付近など明るいところから急に暗いところへ入ると、最初は暗くて見えにくいですが、しばらくすると目が慣れて少しずつ見えるようになります。これを暗順応と言います。反対にトンネルの出口付近など暗いところから急に明るいところへ出ると、最初は眩しくてよく見えませんが、やがて少しずつ見えるようになります。これを明順応と言います。このようにトンネルの入り口や出口付近では視力が一時的に悪くなりますので、速度を落として慎重に走りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。本面をしっかり学習したい人のおすすめは左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたら、コメントでご質問してくださいね。